今回はですね、心の薬になるのか、外見ありますよね、人の見た目っていうか外見。外見もすごい大事って話をしようと思うんですよ。それは、正確に言うと、中身、自分の内側の心、中身の一番外輪が外見、外見だから外見じゃないですか。何が言いたいかというと、自分の心とかが現れてくる、若い時にはそうでもなくても、結局その人の外見がすごく自分の内面から出てくることがあるっていう話なんですけどね。恥ずかしい話なんですけどね、僕若い時今みたいなこと分からずに、仕事が成功してちょっとうまくいって高級会社に乗ってたんですよ。そしたらね、ある先輩がね、なんであんな車に乗ってるのって聞かれたんですよ。だから僕は、いや、なんか世界一安全らしいんですよ、あの車って言ったんですよね。そしたらその先輩がクスクスって笑って「そうじゃないでしょ」って言うんですよ。なんでですかって聞いたら、あなた人から自分がすごいって思われたいから高級会社に乗ってるんじゃないの、知らない人から言ったら、うわすごいあんな会社に乗っててって、そう思われたいからそれ乗ってたんじゃないって言われたんですよ。図星じゃないですか、図星でも僕は「いやそんなことないですよ」って言ったら、その方が例えば田んぼの細いところがあって、それを行こうと思ったら向こうから小さな軽トラが来たと。だからあなたがそれをバックしてあげて、どうぞって通してあげる人ならあなたの言い分は分かるんやけど、なんとなく久保君はこうパッシングしたりこうどけってこう行きそうじゃないって言われて、そうなんかなと思ったことあるんですよ。それも同じじゃないですか。やっぱり、いい車を乗ってる人が悪いとは言いませんよ。でもやっぱそういう気持ちがやっぱり外に出てるんじゃないかってことですよね。それだからこんなこともあるんですよ。僕は美容師だからファッション業界でもあるんで、洋服が好きでいつもすごいいい洋服、その当時ですね、ものすごい高い洋服着てたんですよ。そしたらまたある先輩から「いっつも会うために洋服が違うね」で、また高いんでしょ、その時計とか洋服とかベルトとかバッグとかって言われて「いやファッション業界なんで」って僕言ったら、また同じように嘘でしょ、自分がすごい人、こんな高いものをつけてるから私にも価値があるっていう、普通の人じゃないっていうことを言いたくてそんな服着てるんじゃないですかっていう感じで、本当にすごい人はそんなこと気にしないと思うよって、あなたの周りの人で見てみてって、素晴らしいっていう人がそんなすごい高い洋服を着てるとは僕はそんな人はあまり見たことないけどねって言われて、そうかそうなんやな。若い時ですからね、やっぱりいい車に乗りたいとか高いかっこいい洋服着たいっていう、そういう時期もありますけどね。でもやっぱりそれは本当に中身から出た外見ではなくて、自分が作ったイミテーションのものじゃないですか。そう言われてみるとですね、僕の尊敬する方たちってね、大体ですよ、本当に普通の車で、洋服なんかも意外と普通なんですよ。ちょっと言うと何に乗ってたかな車とか、何の服着てたかなっていう覚えてないぐらいのナチュラルなんですよね。そういう方っていうのはやっぱり中身に自信があるというか、自分自身に自信があるので、清潔であればいいっていう、そういう気持ちになるんでしょうか。僕の知ってる方で何千人も社員さんがいて、ものすごく大きい会社でものすごい収益も上げてる会社なんですけど、普通の車に乗られてましたよ。それがまたさりげなくてかっこいいって思えるように、僕もこの年になったら慣れてきたんですけどね。皆さんその外見を飾ったりいい車に乗ったりっていうのは悪いことではないですよ、まんざら。でも本当の中身を磨かないといけないってことですよね。自分の思ってることとかやってることがやっぱりそれが外見として現れてくるわけですよね。皆さんも知ってると思うけど、幼児山本さんっているじゃないですか。あの方僕好きで、あの方は黒しか、ほとんど黒なんですね、洋服がね。で本に書いてあった「なぜ黒なんですか?」って聞いたら、自分はその人が美しいとかスタイルがいいとか全然気にならないと、その人の言動とか仕草とか立ち振る舞いがすごい大事だと思ってるんで、色はまだ必要ないと思いますっていう本に書いてあって、僕はすごいなと思った。世界で本当に素晴らしいっていう感性を持つ人がそういうふうに思うんですね。だからその人の例えばスタイルがいいとか顔が綺麗とかではない、その人の笑顔とかその立ち振る舞い、それが大事なんだよって言って本に書いてあって、若い時読んだんですけどね、やっぱり大事だなと思いました。皆さんも心の薬になるかどうか分かりませんが、ちょっと言い方変ですけど、すごいいい車に乗って高い洋服着てる人がもしいるとしたら、それはそんなんじゃないですか的な、ちょっと今日は薬よりもスパイスっていうか、でも本当に大事なことで、僕の知ってる方はもうその人が来ただけでもう場の空気がすごく良くなるような人いるんですよね。そういう人を目指して頑張りたいと思いますね。僕も頑張るんで皆さんも頑張りましょう。ではまたお会いしましょう。